さあ、2021年8月28日土曜日、シークレットアンカーの鳩場です。よろしくお願いしまおす。願いします。お願いします。暑いね。暑いですね。ういや、ん。なんかもうラジオで気温の話するのもどうかと思うんだけど、ずっとしてきたからね、もうね。1困っヶ月たら天気のぐらい前。話。1困ったヶ月ら天気 ぐらい前。いや、そうだね、本当に。天気の話をしつつ何話そうかなって探る毎まあま日。あまあまあ、アイドリングですから。えー全然全然。いや、暑いですよ。それをもってしても言いたい。暑い。ちょっとね、8月、今週で終わりですけど、暑いですね。うん。やっぱ暑い時はお、キャンプでしょ。いいね。いや、一人キャンプ行ってきたんですよ。はいはいはい。上富良野町にある日の出公園オートキャンプ場っていうところに行ってて、ええ。この水木だね。うんうんうん。3日前とか4日前とか。で、実際キャンプ場着いて、俺以外に5組くらいいたのかな。ええ。ただ、まあ結構、他のところとは結構、まあちゃんと距離も取れてて、うん。まあ屋外だからちゃんと。いや、結構、そうだね。うん。その、前回、その、まずみくんたちとも行った総雲峡尊敬、のキャンプはい。場に比べると、本当にもうちょっと遠く見た住宅街あるような、なんか、ね、写真ちょっと見せてもらったけど、あんそまキャンプ場っぽくない、いう、そうそうい意味でね。そうそう。キャンプ本当だ場っぽくないですから、よね。まあその公園、大きい公園うん。の中に、まあちょっとそういうキャンプ場があるよみたいうな。ん。まあ、キャンプ場メインではあると思うんだけど、うん。普通にその、キャンプ場としての、その、炊事場とかはあるんでしょ？あ、全然ある。うん。ここも結構設備は良かったな。えー、一応オートキャンプ場だから、オートキャンプ場っていうか、オートサイトだったかうら、ん、一つ一つのところに炊事スペースとうん、うん、電源、コンセンうん。トさせるところもあったし、はい。そう、よかったよ。ちゃんとした、最近キャンプ場って焚き火とかするってなっても、下芝生が焼けちゃうから、そうだね。今、グランドシート引いたりとか、そういうのあったけど、その車止めるところにレンガっていうか、ああ、いいね。4つぐらい大きいのあって、そう、それを下に置いてやってくださいっていう。そういうのいいね、確かに。そうそうそう。いや、でも本当トイレも近いし、炊事場はまあ基本的にそのところにあったから、うん、うん、うん。共用のところは行かなかったけど、いや、すごく良かったし、やっぱりその住宅街近いくらい、本当に田舎ではあったけど、うん。そんな山奥じゃなかったから全然寒くなかったし、それ一番いいかもね。この時期だって は特に。半袖でいや、寝ぶ 考えられんけどね。寝袋入ったもん。キャンプ場に半袖、夜半袖は、ご法度だと思ってたからね。本当に。いや、寝袋自体も結ああ、構いいやちゃんつを買っとしてるやつ。たから、あそうそうそう。めちゃめちゃあったかいやつだったんだけど、あれ、初テントでしょ今回。初テント、そう、寝れました？全然寝れるね。あ、そなんなら俺、前持ってったけど、ランタンあるじゃん。う。うん。あのランタンとは別に、テントの中用の小あさい あ、ああ、ああ。LED ライトみたいなランタンみたいなの買ったんだよね。うん。で、それ中につけて、最後寝るときやったんだけど、で、ライト消し忘れてさ、普通につけっぱで寝てたんだけど、でも全然それでも寝れるくらい。へえ。そなんか、キャンプ場でテント張ってあんま寝れたイメージがないから、う。俺は、まあ、結構風も強かったから、その音とかはあったけど、そうそうそう。いや、全然気づいたら寝てたね。へえ、いいね。
そう。で、しかも、まあ俺、キャンプ場とか行ったら、基本的にすぐ起きちゃうんだよね。うんうんうん基本深夜の3時、4時くらいには1回起きて、うん。うん。そこから1時間ずつ寝るのを繰り返しちゃうから、まあまあまあ。うん。こだから、あ今回俺が買ったテントの一番いいところって、うん。ダークルームテクノロジーっていう機能っていこういう名うか、前だね。技術が搭載されているテントで、はい。昼とかに普通のテントとそのダークルームテクノロジーのテント2つ立てたとして、はい。昼そのテントの中に入った時の明るさっていうのが本当に違うんだよね。がっつり遮断されるってこめちゃめちゃ遮断される。だと？普通のテントってやっぱりそういう光、日うん中うんうんう光とか入るから、んうんうん。それでやっぱりテントの中が熱くなっちゃう。熱くなる、熱くなる。うん。そう。でもそれを防ぐことができるんだよね。へえ。温度上昇を抑えることができて、なおかつ、朝やっぱりテント、朝日で明るくなっちゃって、それで起きちゃうみたいなっうんうんうん。ていうのがあるけど、ダークルームテクノロジーのやつだったら、もうそれは関係ない。朝日でね、起きるのは、それはそれでありだけど、まあ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 、暑くなるのは確かにあるよね。そめっちゃもわっとしてる。あるあう、る。ね、うん。本当に真っ暗だった。へえ。すごい、あれは。で、まあ、一人二人用のテント、まあ、あれ多分二人用っても本当に人二人入れますみたいな感じ。うんうんうん。人二人、二人ギリギリ寝れますみたいな感じだから、やっぱりテントの中にも荷物置いたりするからさ、そうだね。うん。だから、まあ、一人用かな、あれば。うん、いや、でも、よかったね、ソロキャンプは。ご飯とかは、なんかこだわったりしたんご飯ですか？も結構作ったね。やっぱり今まで作ってたやつは作りたくないなっていうのがあっあて、あ、新しいのに。やっぱり新しいあの開あ、拓したいなって。で、思いつつも、当日まで全然考えてなくて、何作るか。もう、ぶっつけ本番で、スーパーでいろいろ買い出しで、ネット見ながら、キャンプ飯調べながら、いろいろ買い物してたけど、うん。まあ、結局、昼はまあ普通に肉でいいかなと思って、まあ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 。そう、トライアルでいろいろ自分うん。が好トライアル。きな肉、本当一人分だからさ、そうだね。ほんとそんなたくさん買ってられんから、本当に好きな肉の一人二人用のやつを何種類はい。か買って、であと、ミートソースの素を買って、おう。あと、いつものようにスライスチーズも買って、うん。まあ、ミートソースチーズサンドみたいな。おお。まあ、ピザトーストでもいいかなと思ったんだけど、ピザソースあんまなんかいいのなかったから、うまそう、ミート、そう。いや、うまかった、ミートソースチーズサンド。まあ、うまいよな。今までそのチーズバーガーとか、うんうんうん普通のハムチーズのトーストを作ってたから、なんか違うの作りたいなと。うん。うん。あとは、昼は大体そうかな。で、夜ご飯炊いて、はい。で、前回ちょっとね、ローストビーフ失敗したから、うん。うんうん。ローストビーフをちょっと、これはいつも作ってたやつなんだけど、今回ちょっとリベンジがてらおまた作ったお。んだけど、それは見事成功して、めっちゃ美味しかったな。いいね。と、メスティンを今回買って、メスティン。銀ん色の、まおあ、飯盒みたいな、ああ、ああ、ああ。取っ手がついてる、メスティンって言うんだけど、へえ。そう。これで、セセリを入れて、うんうんうん。で、あと、アウトドアスパイスの堀西。ホリニシを俺も覚ぶっえちゃったな、もかけて、ホリニシぶっかけて、う。はい。ポン酢を入れおて、お。水も入れて、ポン酢と水1対1くらいで入れて、うん。で、蓋をして、普通にあとは網の上に乗せるだけっていう超簡単、セセリのホリニシポン酢煮込み。いや絶対うまいな。これがね、めちゃくちゃうまかった。まあ、うまいよな。これっていうのも、
野生爆弾のクッキーのおう。YouTube うん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 。に、武田バーベキューって吉本のキャンプ芸人の、ああ、はいはい。あれ、聞こえあれてるかな？うん。あ、聞こえた？うん。あ、今えなんか流してるもしもし？もしもし。電波、不安定だね。不安定ですね。いや、さっきから何回か表示出てるんだよな、不安定ですって。あ、そううん、出てる。俺一切言ってないんだよそう。たまに声途切れてたもん。な。あら、ちどうする？ょっと一旦止めますか。クッキーの YouTube に、武田しれっと。バーベキューってえなんかあった？まあまあまあまちょっと電波が悪かったんですけど、その武田バーベキューって YouTube の芸人じゃねえや、吉本の芸人があ。はい。出てて、それでなんかキャンプ飯を食べようみたいな。うんうんで、結構その武田バーベキューって、骨日使ったレシピ本とか出してるんだようね。ん。だから、すげえ。その今回のセセリのうん。骨日ポン酢煮込みをやってたんだよね。おー。そう、だから、これ簡単だと思って試してみたらめちゃめちゃ美味しかった。まあ、今俺も頭の中で調理しましたけど、まあ美味しいよね、もうね。うん。写真送ってないっけ？まあ多分、ないかな。わかんない。あとは、燻製も、お、燻製。ゴールマンの買いましたよ。あ、買ったの？ステンレスの。リベンジ。リベンジ燻製。今回は陶器にしなかったんですか？陶器はもう一生買いません。あら。キャンプに陶器はダメだ。いやー、でも、よかったな、それも。ちょっうと、ん。スケレットも使ってステーキ焼こうと思ってたんだけど、うん。入らんなと思ってステーキは持ち帰ったんだよね。おー。さすがに腹入んなくて。今回スケレット使ってないんだよな。いいですね。で、朝は、キャンプの朝ごはんといえば、カレーですね。カレー。よかった。具材の分量を見てなかったから、やばいほど入ってたけど。それでもうまいからな、カレーはいやもー、美味しい。ゴう。まずくロゴロ。作れないからさ、カレーは。具材ゴロゴロカレー。作れるいいですね。もんだね。俺、家で全然料理しないけど、キャンプっうてやっぱん。簡単だからさ、ああ。ちゃんと仕込んだりする必要のあるキャンプ飯もあるけど、まあ、とりあえずね、うん火通せば、なんとかなるってのはあるよね。そうそうそうそ焼けば。う。そうなんですね。で、あんま見た目とかももう気にしないじうん。ゃん。食えればいいになっちゃうからさ。それもに加えてやっぱり、外で食ううん。ご飯はうもまいよう、ね。なんか何割か増しで美味しいんだよね。キャンプの時に、まあ、バーベキューで食べる飯と、スキー場で食う飯っていや1.2倍うまいー、よな、本当な。ね、スキー場もうまいわ、本当に。スキー場は本当にうまい。家で、家で食ったらもうなんかスーパーの惣菜だろみたいな感想出そうだけど、スキー場で食ったらうまいんだよな。うまい。なん本当ね。でだろうな、本当に。不思議なもんでね、本当キャンプ場。ね、まあ、外で食うからなのかな、やっぱ。うん。いいですね。あと焚き火もしてね。うん。ただちょっと風強くて、
俺もここはちょっと初のソロキャンだから、やっぱいろいろ反省点が何個かあって、おう。まあ、結論から言うと、焚き火台の収納ケースおそらく風で飛んじゃってなくしちゃったんだよね。いい。そう。コールマンのファイヤーディスクっていう丸い折りたたみできるやつで、おう。俺がいつも持ち歩いてる折りたたみのバーベキューコンロと同じくらいの大きさのやつだったんだうんうけど、んうんうん。それが朝起きて片付けしてたらもああ、うなくなっててさ、だからちゃんと袋をその中に入れてたりとか、何かの下に置いてなかったんだよね。取られたって放って可能性ない。おいちゃってた。いやー、いや、なんか最近、いや、そういうそうそうそキャンプ場であるんでしょいろう。いろ。ね。俺もだってキャンプ行く前日にそのニュース見たからさ、ああ、めっちゃ車の中にしまったもん。ミンテレかなんかでやってたね。そう、俺それ多分一見てる見緒のやつだよ、多た。分。そうそうそう、見てる見た。夕方でしょ と、?6 時ぐらい、6時半ぐら切りいかな。裂かれたりとか、そう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 。LINE で、なんか保険みたいなの入れますよ、みたいな。あ、そう、俺入ろうか迷ったもん。ああ、やってたやってた。やってたね。それ見たの。そう。怖えって思って。いや、だから、でもね、なんか、じゃあその焚き火台のやつって、焚き火台だけじゃなくて、うん。その焚き火台にもちょっと適用してる網も一緒に入ってたんですよ。ああ、だから焚き火もできるし、ちょっとその網を置いたら焼けますよみうんうたいなんうんうん。やつだったんだけど、その網も一緒にその袋に入れてたのよ。あら。でそんなに風飛ぶと思って。でも結構、いや、相当強かったんだよ、やっぱり風は。まあまあま全然飛んでもおかしくなかったし、いや、多分盗むって感じじゃないと思うんだけどね。そんなに若い人いなかったから。あ。わからんよ。俺の迎えにいた人たちは、多うん。分親子。案外あるからね、親子は。父親と娘。案外あるからね。最初なんか夫婦だと思ってたんだけどさ、うん。なんかもう、その人たちがもう一番俺のところから距離近かったんだけど、うんうんうん。なんかしょっちゅうなんか言い争ってなんか声聞こえてさ、あら。それがちょっとなんかソロキャンプのちょっと、妨害はちょっと言い過ぎかもしれないけど、ちょっとね、それはうるさかったんだけど、で、それ最初夫婦喧嘩してるのかなと思ってたんだけど、どうやらなんか会話の内容聞いてたら、父親と娘らしいね。仲いいのか喧嘩してるのかよくわかんないんだけど、まあ、たまにいるけどね、そういう家族で。お前なんでそうしてんだよ、そういるよね。いるいるいる。それに遭遇しちゃったっていう。いキャンプ場で一番遭遇したくないね。や、もうマジで、本当に、もう、生を楽しんでたのにさ、うん。静かと書いて生を楽しんでたのに、もうそのなんか急に家庭的な声が聞こえて、いらんいらんと。わからんよ。ほんと。あとは、あの6時に起きて、朝の、うん。そこからいろいろご飯作ったりしてたんだけど、うん。チェックアウトが10時なのさ。うんうんで、まあ6時からすぐ調理スタートっていうわけじゃなくて、うん。うん。まあ、調理開始したら7時くらいからなんだけど、うん。やっぱり炭起こさなかったんだよね。カレー作るだけだから、あ、まあ、ああ、確かに。あの、折りたたみできるカセットコンロみたいなガスのうん。やつ一つバーナーで作ってたんだけど、うん。米も炊かなきゃいけなかったし、でああ、そう、なおかつカレーだもんね。カレーも作んなきゃいああ。けなくて、結構ちょっと時間かかっちゃったんだよね。おう。で、作って飯食い終わったのが9時とかだったのさ。おー。だからやばいやばいと思って。片付けとかいろいろしてたら、そのなんか焚き火台の収納袋がなかったりとか、うん。で、あら。今回やっぱりね、今まで3人とかでキャンプ行ってたけど、今回1人なわけだから、そうだね。片付けも全部自分でやらなきゃいけない。そうだ。確かに。それを計算しなくて、で、まず、あと、それももう一つ失敗だったのは、寝る前に荷物の整理もしてなくて、
俺ああ、基本いつも泊まりとか寝る前結構服畳んだりとか整理するんだけど、なんか今回、してるよね。なんか知らんかったけど、そのまま寝ちゃって、開放感があったのがね。そう。よくその部屋の片付けするときに、うん。どっから手つけていいかわかんない状態に陥っちゃっああ、て、全部汚いから。もう、わけわかんなくなるやつね。そうそう一そう。旦止まっちゃうやつね、もそう、だいぶ止まった。う。ああ、それで、結果、10時になっても、タープとかお、もテントとかもまえ、だある状態で、うわ、杭とかは抜いてたんだけど、もうやばいやばいってなって、他周り見渡したらもうその、仲いいのか悪いのか知らねえ家族とかもなんかみんないなくなってて、まあまあ、そうだね。やばいやばいってなって、テント、寝袋、グランドシートとかもろもろ一切畳まずに全部後部座席に突っ込んで、ええ、それで10時20分ぐらいに帰ったんだよね。あ、それでも20分はオーバーしたの。そうしたした。あだからもう、後ろの席やばくてさ、もうあ、パンパンやで。パン、そう、マジで、ほんと巨人師匠乗ってた、後ろに。うん。この車の後部座席。うん。もうパンパンやな。で、はい。入って。マジでやばかったな。それはちょっと、計算不足だったね。時間配分を完全にミスった。しかも一人だとな、恥ずかしいよな、それな。まあでも、それを除いたら、本当にいいことばかりだったな、やっぱり。でも結果は満足。いやーもう大満足だね。えめちゃくちゃ良かった。また行きたい。おー。ソロキャンは定期的に行きたいわ。もちろん友達とも行きたいけど。うん。先週の22、8月の22日曜日にうん。2回目のワクチンを打ちまして、おお。はい。で、1回目打った時は珍しいんですけど、39度出たんですよ。1回目で。あんま1回目出ないって言うんですけど。そうだね。うん、で、まあ2回目、まあ大丈夫じゃないかなって思ってはいたんですけどね。で、その、打った時にも、予診の時に看護師さんと話して、うん。なんか1回目、その、体調どうでしたみたいなこと聞かれたんで、いうん。やちょっと39度出たんですよっていう話したの。苦笑いされて。あんまりいないんですけどね。多分2回目、1回目出た方、2回目は出ないって言うんで、まあ大丈夫だと思いますよってまあ言われあ、て、そうなんだ。うん。そうそうそう。まあ一応準備はしといた方がいいかもしれませんねぐらいだったの、うんう本当に。んそしたらまあ、39度出たんですよ。また2回目。うん。1日、丸1日ぐらいかな。ずっとうん。8度、9度下がんなくて。で、まあ、水曜日ぐらいにようやくもう、ちょっと元に戻った、熱は下がったけど、まあちょっと体のキレは悪いですよ、みたいな。ああ。で、2回その1ヶ月おきに39度出したんで、体重が2キロ下がったんですよ。もう、全然食えなくて。へえ。で、まあ、具体的な数字を言うと、もともと54.5ぐらいだったんですよ。うん。170センチ、うん。54.5。まあ、痩せうん。型ですけど、うん。が52.5になって、やば。で、もう、あからさまに体力なくなってるわけ。うん。もう、これやばいと思って、うん。どうにかして体重戻さなきゃと。うん。で、僕まあ、割と大食いじゃないですか。ちょっとそこは話ストップだね。あれ大食い。僕、みんなで食べ放題、おかわりご飯 OK のところ行ったら、毎回おかわりするじゃないですか。そうだっけ。あれ一旦おかわり考えようっていうくだりに毎回なってると思うんだけど。あれそうだっけ
あれ、パラレルワールド。入っちゃった。入っちゃったじゃねまあまあ、小食なんですよ。小食というみんなごか、存知。食べるはするんだけど、一緒にね、みんなで行くと、みんなにもっと食べてほしいから、自分のまであげちゃうって、まあ、お人よしなんですよね、僕は。なんだそれ。だからいいよってみんなに。だから食べさそうだから、俺の分もいるっつってみんなにあげるんですけど、いつも。苦しそうな顔しながらね。苦しそうな顔しながら言ってたもんね。まあ、そう、食はちょっと細めなんですよね、うん。割と。うん。で、これもちょっとやばいなと思って、体重減ったまほま、このままいったら、まあ、ずっとキープじゃないですか。う。ほで、下がっていく一方、またどうせ熱度が出て下がってみたいな。う。そうだね。どっかで、ここで一旦増やさなあかんと思って、おプロテイン始めたんですよ。お。おお。その、あれ、タンパク質で。はいはいはそうそう。まあ、体鍛えるっていうよりは本当に増やすためのい。そうだね。プロテイン。うんうんうん。もう、近くの大きいドラッグストア行って、うん。あるかなと思ったら、まあ、やっぱあんだよね、今ね。あ、あるね。もういろんなメーカーのさ、あるわ。ザバスとか。そうそうそう。いうん。ろんなメーカーのがずらーっと並んで、いろんな味と大きうさと、ん。あるね。シェイカーとかもあって。うん。で、まあやっぱ男の憧れって言ったらさ、まあキングヌーの常田と大谷翔平じゃん。やっぱ憧れるじゃん、男は。まあ、否定はしない。ううんん。否定はしない。やっぱザバスのさ、ああ、CM？ そう大谷って多分アンバサダーかなんかなんだよ、きっと。うん。CM を流れてて、なんかポップみたいのもあってさ、大谷がこのシああ、ェイカー持って、そうだ。してるね。うん。そうそう、ザバスのやつね。うん。俺もシェイカー持ったらこんな風になれるのかなと思ってさ。もうザバスよ。ザバス一択。もうすぐ買います。夢見る少年じゃん。いや、夢見る少年じゃいられないですよ、やっぱ。少女ね。へえ。そう。で、もう買って、もう毎日夜、寝る前に今飲んでるんですよね。今どんくらい経過したの？初めてから。あ、もうほんと3日4日ぐらい。ああ、どう？体の変化。あの、0.5キロぐらいは増えた。やっぱ増えるんだ。さっき言った52.5に下がって、今が53.2とかだから、あ、ええ。0.7ぐらいか。おー。やっぱ増えてはいる。あと、それに加えて、その、なんていうの、寝る前にプロテインと、あと、昼と夜の間に絶対何かしら食べようと思って、おー、その、うん、感触ね。そう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 。うどん、冷凍のうどんを、お、とかさ、ああいうお菓ええ。子とかじゃなくて、ああ、ちょっとちゃんとああ、あしたものっあ、はいはいはい。ていう風にやってたらやっぱ、これいけるかないけそうよ、やっぱ。うん。ええ。なんかその、目覚めが変わったとか。あんね、そう。それ、忘れてた。一番大事。それを聞きたい。やっぱ、いっぱい食べて、うん。朝食べる、昼食べる、でさっき言った間食、夜もしっかりおかわりしてね、ご飯。おー。で、寝る前にプロテイン。寝る1時間半ぐらい前にプロテイン入れると、寝れるね、やっぱね。へえ。でプロテインも牛乳、プロテイン、あと牛乳で飲むココア、ああ、はいはい一緒はい。に入れて、僕うん。その牛乳飲めないんで、うん。ああ、そのまま、なるほどね。そう。味ごまかしつつ、一緒に飲んで、ちょっと一気にもう栄養入れてみたいな。すごい寝れるへえ。って思った。だから、やっぱ、人間の原点じゃないけど、よく食べて、よく動かして体、よく寝る。これで、だけなんだなと。うん、基本がね。やっぱ基本がでねきてなかったんだな。ただ一つ、このデメリットというか、うん。ちょっと弊害みたいなのがあって、うん。うん。こんだけ食ってるからか、多分まだ腸が追いついてないんだろうね。ああ。おならが異常に臭いんだよ、やっぱ。異常に。消化できてないの？多分胃はね、消化できてる。で、便も別に
量は多く出るんだけど、下ってはいないから、まあ、ああ。問題ないと思うんだけど、おならがちょっと臭いね。うん。ただ一生、それで大学一歳とかしてたらあれだけど、あ、まあまあまあ、オンラインだし。そうそうそう。だからちょっと、ここでね、まあちょっと経過報告徐々にしていきたいなと。まあ、今なる本当ほどね。トレーニングみたいな感じなんでね。今のところは続きそうなの？いや、頑張るよ、やっぱり。おー。まずは55、その戻すところまで。で、まあ、やっぱり、男はね、いや、そうそうそひょろっとしてるよりもね、う。できれひょろ、ばうん。60ぐらいまで持っていきたいかなっていう。ひょろっとしてて、なおかつ色白だったらもう、ほんと貧弱に見えちゃうから。ダサいよな。そう。ああ、俺も今ね、俺、太ってるじゃん。そうそいや、それはいいよ。うあ、そう。それはいいよ。太ってる、太ってる、太ってる。ブヨブヨじゃん。いやいや。まあなんか、世間一般的にイメージするデブまでは言ってないけど、よく見たらっていうね。よく見たら、そう、気痩せよく見たらしてるタイプだから、気痩せもちょっと今やばいかなくらいだけど、太っててさ、うん、色白ってさ、うん、ダメやん。ダメ。これはダメ。太っててさ、うん。焼けてたらさ、いるまだ、太ってて焼けてる人っている？梅沢富美男みたいなさ。ああ、ああ、まあロバート俺のその秋山とかね。同期がそう、いや、そう、ロバートの秋山とか、ああ、確かに確かに。俺の同期がそうなのよ。ちょっとなんか、オーラっていうか、なんかそうそうそう、ポテンシャなんか、ルを秘めてる感じあるよね。そう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 。でうん。しょ？わかるわかる。それがやっぱり太ってて色白かったら、ただの白デブなのよ。白ではダメ。白豚なのよ、ただの。それはダメ。ただのそうだから、豚だから。黒豚になるように、今もう、アウトドアで、なおかつうもん。日焼け止めとかも一切塗んないで。いや、だいぶ黒くなったんだよな。めっちゃやっぱね、言われるもん、会社の人にも。焼あ、けたそねって。う。いや、めっちゃ言われる。男だからね。うん、大事よ。いや、でもその経過報告は楽まあ、しみどれくですね。らいで、なんていうの、まあ、一気にさ、一日とかで出るもんじゃないじゃん、これって。うん。まあ、だから本当長いスパンでじっくりやっていかなきゃいけないんだけど、ちょっとね、本当変な話、勉強するより俺はきついからね。飯食う方が。本当に。うわ、行ってみて、それ。だからちょっと自分に喝入れながら、あこっから、まあ、まずはね、まずは55、元に戻して。あ、ああ、はいはい。そうそう。遠くのを見すぎると挫折しちゃうから。まずは近いところしっかり、あと1.7ぐらい、1.78、うん。着実にやっていきたいと思います。俺の兄はな、危ない、背伸び、名前言いそうになった危ない。いつもが。うん、背伸びック早々に断念してたからな。あうちの兄はまあ、俺より、15センチ身長が低いんですけど、あ、そうだね。そうそんなに大中、きい方ではないか。そう、中学生とかの時に背伸びックってめっちゃ流行っうたじゃん、なんか。ん。まあ、まあ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 。本当成かどうか、長期にね。本当かどうか知らんけど、それ試してたけど、全然精度伸びないっていう、もう本当もうシンプルでド直球な理由でやめてたけど、すぐ。まあ、それはやめるよな。セドビック飲んでるけど背伸びないっていうのは いや、それはよく考えたら面白いな、めっちゃ。釣り合ってないからね。やっぱね。やってない。一番売りのポイントなのに。いや、でも経過報告はまあ、一楽しみにし週間、てますよ。毎週うん、頑張りますんで。やっぱ、楽しみにしておりそういう場があます。ると、ちょっとモチベーションにもなりますから。そうね。うん。じゃあ俺も代謝がね、
いいんで、代謝がいいああ、んで、俺で、も、趣味でサウナとかもよく行くんで、いやね、そうそうそう。どうしてもやっぱ、それ以上に食べないとうーん、つかないんで、ちょっとここ頑張り時だと思う。だね。とりあえ時間もずちょっとね、使えるし、そう、胃をまず大きくして、そうだね。うん、食べれるんで、もあう、目指すはもう、バーベキュー、もう、食い尽くしますから、僕が。あ、ああ、残っちゃったがない。そう、もうフードロスなくしていきますから。それは頼もしいな。やっぱ今まで僕が足引っ張ってましたから。そう、僕がね、カートにバンバン入れてたくせに。食べるとか言って、まだ食うっていう質問が来るから、割と中盤に差し掛かるくらいの時に、まだ食うって、早々にダウンするからね。肉を皿に、あの、良かれと思って入れようと思ったら、あ、大丈夫ですって。ええ無難に断るからさ、食えないから。毎度、もう、お決まりになっちゃってるからね。そういうのをなくしてね、それをちょっと、変えていかないと。ああ、食べます、食べます、みたいな。おどうしたみたいな。そういう展開になるのを期待してますね。ちょっと、僕の方からも経過報告というか、お、えいや、まあ、前お話ししてた、出会い系で、ああー、函館の子そう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 、はい。はいはいはい。無事、え、無事、付き合いました。おー、いやー、昨日、おー、まあ、本当はさっき言ってたキャンプ行くときに、本当は会う予定だったんだけど、うんうんうん。もうその日とかその前の日とかにその緊急事態宣言のニュースとかさ、そうだね。あとはそうだそうだ。その天気も悪くて、うんうんうん。行っても天気悪い宣言出るからやってない店とかもあるんじゃないかみたいな話とかに確かにね。もなって、なかなかね、厳しくて、まあちょっと延期するかってなって。っていうので、まあ、その時に答えを聞く予定だったんだけど、うんまあそれうんうん。も延期になって、で、まあ電話でやるのもどうかなと思ったんだけど、まあちょっとだいぶ先延ばしになっちゃうっぽかったから、まあ、まあ確かにそ一回うだね。電話でまあ聞いとこうかなみたいな。次会った時にまあ改めて言う予定ではあるけど。いやー、見事ね。おー、いやー、これ本当に数少ないリスナーに言いたい。お、努力は必ず報われる。絶対言うと思ったよ、今。マジ 絶対言うと思った。うん。で、俺言おうと思ってたしね。俺が言わなかったら うん。最後それで締めて終わろうと思ってたけど。これしか出ん。こ高れみだね。しか出ん。高見だね、総監督。うん。あ、でいやも、ー、よかったですね。いやー、これで、まあ一旦ちょっと報告というか、経過報告は終了させていただきます。はい。っていうか、よくそれ最後の最後まで試してたんですね。今えい日。や、まあそのキャンプの流れで言おうかなと思ってたけど、ああ、あすごい軽快な、軽快なタイミングで違う、そのワクチンの話に変わったから、あ、おーいや、と思って、もうターン終わったと思ってた。すごい軽快だった。いや、綺麗だった。すごい。うん、めちゃめちゃ綺麗だった。もう、もう、エンドフェーズ入ったと思ってたから、無駄な間がなかった。もうすぐドローしちゃった。から、そう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 。だから経過報告してたから、まあ、俺はさ、経過報告は別にしてなかったけど、2回くらいちらっと話してたから、そうね。まあ、そのいや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 、流れに乗って、おめでたい。いやー、ありがとうございます。これはあれだな。俺のこの食生活が
と、その恋愛、どっちが長続きするか、これは勝プ負。負けないロテインですよ。には負けたくないな。負けないよ。負けない俺も。遠距離だからな。ねえ。まあ、ということでね、それぞれ、まおた互い、そうだね。ちょっと何かあったら、戦況報告をこまめに報告はしてそういこうと思いですね。ますんで、はい。交互期待ということで、はい。こんじゃあ、なところですか。終わりますか。はい。よいしょー。お疲れ様でした。